はーい、電吉クラブです。今、樽の屋機関区のターンテーブルでぐるぐる回っているのは日本最大の蒸気機関車 C62 型の2号機です。以前、加藤京都店オリジナルとして発売された梅小路仕様の機関車ですが、当時発売の事実を知らなかったので、後日必死になってオークションで探す羽目になったんです。 SL のメカニカルな粒子って素晴らしいですよね。今日は電吉クラブの電動ターンテーブルを使ったセクションジオラマを紹介したいと思います。メインとなる樽の屋駅から非電化の支線が分岐しますが、その途中に機関区があるという設定です。機関区の紹介の前に樽の屋駅をご紹介しましょう。電吉クラブのメインの駅で4つのパートによる組み立て式のセクションジオラマになっています。橋上駅舎と3つのホームがあり、本線用の2面4線の対比ホームは最大15両編成が止まれます。駅舎を有した1面2線のホームは、ここから分岐する支線のホームで、1番線は投炭式になっています。話を樽の屋機関区に戻しましょう。蒸気機関車時代の大きなターンテーブルを持つ機関区として製作しました。ターンテーブルはトミックスを使っています。この工作を始めた時にすでに加藤も発売されていました。加藤製は音も静かでピッチの彫りも深くて魅力的だったんですが、ターンテーブルと機関庫位置の間隔、つまりここの長さが必要なのでサイズが大きくなってしまいます。そのため諦めた経緯があります。そこでトミックスのターンテーブル1個と機関庫3個を購入して作りました。はい、箱から出してみました。電動ターンテーブルという製品は、製品のままですと箱の出し入れや組み立てがめんどくさいんですね。レールの接続も独特ですし、ワンタッチになっているとはいえ、配線もとなると嫌になってしまいます。それに並べただけではせっかくのターンテーブルがおもちゃのように見えてしまいます。そんなこんなで寸法を精査したらニトリの床下収納箱に収まったのでセクションジオラマにしてしまいました。では機関区ジオラマに組み込んだ電動ターンテーブル回してみましょうか。このボタンで時計回り、反時計回りを選んで転車台を止めたい位置に緑ランプがつくまで何回か押してあげます。今回は4番の機関庫に転車台が向くように緑ランプをセットしましたのでご覧ください。転車台は4番の機関庫を向いて停止しました。では、グッド画面を引いてターンテーブルのコントローラーの方も映してみますね。はい、この通り光っているこの緑ランプ4番のところ見えますでしょうか。トミックスのシステムはこのように緑ランプをコントロールボタンで回転させて転車台の向きを決めるんです。では本線に戻しますね。トミックスの転車台は音がうるさいとレビューされることが多いので、その音を聞いてください。じゃあ元に戻しましょう。本線に戻します。回ってます。はい、いかがでしたでしょうか。それでは実際に SL を転車している風景をご覧に入れましょう。運転の前にもう少し説明させてくださいね。トミックスの大2型機関庫は
3個分1セットでパッケージングされていますので、作例では3セット購入しています。買ってきた機関粉はプラスチック感丸出しの色なので、自分でそれらしいカラーリングに塗り替えています。今回はダークグリーン系で塗った上から黒や銀でウェザリングをしています。また、機関粉の排煙を逃がす煙突部分には艶消し黒でススによる黒ずんだ感じを表現しています。SL を目指す機関粉に入れるためのナンバーも表記しました。機関区名称も樽の屋機関区と掲げています。タミヤの1ミリ角のプラ棒でアングルを組んで、そこに文字盤を貼り付けただけですが、いい感じにできたと思っています。ここが本線というか、樽の駅からのアプローチ線になります。機関車がこちらからこう入ってきます。このアプローチ線に沿って加藤の詰め所を配置しました。実際はありえないかもしれませんが、グリーンマックスの工事用車両なども並べています。45年も N ゲージやっていますが、あまり詳しくないんですね、実は。こちらは詰め所と機関庫をつなぐ機関区員の通路ですが、画用紙とプラ板で作ってあります。紙という素材は塗装しておくとだんだん馴染んで周囲に溶け込んだ風合いになってくれるんです。天然素材って感じなので結構愛用しています。正面から見た詰め所で安全第一とか自己ゼロ運動とかのステッカーがいい味を出してくれていますね。こちらはモーターがいかれたディーゼル機関車ですが、このように給油風景のディスプレイに使っています。ここは SL に石炭を積み込むスペースです。奥に給水塔や左側には砂を補給するための砂場もあります。はい、こちらが樽の屋機関区のメイン詰め所です。扇形機関庫にある入り口は焦点キットから流用したものです。詰め所の奥には資材倉庫があります。そして機関区を裏側から見た風景もご覧に入れますね。こんな感じです。はじめに梅小路に動態保存中の C622 号機がターンテーブルにやってきました。オープニングで解説していた機関車です。北海道型の2号機、3号機がベースになった製品です。以前、梅小路に行った際に写真をたくさん撮ってきたんです。2番機関庫に入線です。続いて入線するのは宮原時代に特急ツバメを牽引していた頃の2号機です。レフレクターのステンレスのツバメのシルエットがとても有名で、スワローエンゼルと呼ばれていました。次の機関車もレフレクターにツバメのシルエットが取り付けられた名古屋の18号機です。こちらはツバメの頭がやや下向きに取り付けられたので、宮原のスワローエンジェルに対して下がりツバメの愛称で呼ばれました。続いて鳩のヘッドマークをつけた30号機です。宮原時代にツバメ、鳩を牽引した機関車です。名古屋機関区の赤い号車番号が入っていましたが、参考文献では宮原の所属と書かれていました。次はカモメのヘッドマークをつけた35号機です。この機関車は川崎重工で製造されて、下関機関区、広島、糸崎機関区など山陽本線で活躍しました。次は初仮のヘッドマークをつけた19号機です。加藤の山陽型がベースになっています。
この機関車は日立製作所製で宇都宮機関区に配置されましたが、奥に転じて初狩りを牽引しました。次は12号機はやぶさ牽引機です。20系ブルートレインを引いて颯爽と山陽寺を走り続けました。浜松時代にツバメを担当した際、2号機同様ツバメのシルエットをつけたとの説があるのであやかってみました。次は朝風のヘッドマークをつけた25号機です。宮原、梅小路でツバメ、鳩を引き、その後下関に行って朝風などを牽引しました。お召し列車並みの装飾をされたことのある唯一の C62 なんです。次はユーズルのヘッドマークをつけた23号機です。平機関区の絶好調機関車だったので、昭和40年に登場した特急ユーズルに優先的に使われました。常磐型はサイドの白線がないので黒々としてますね。最後に登場するのは急行秋のヘッドマークをつけた28号機です。秋は10系寝台急行で東京広島間を走りましたが、糸崎から呉線を走る際に C62 または C59 が牽引しました。これで C62 で機関区がいっぱいになりましたね。今度は機関車が1両ずつ本線方面に帰っていきます。加藤の150分の1ファインスケールの蒸気機関車が発売されてかれこれ8年が経ちます。コアレスモーターの登場が N ゲージ SL の世界をすっかり塗り替えてしまいました。C12 や C56 の小ささといったら本当に驚くばかりです。しかも素晴らしい走りと煌々と輝くヘッドライト、まさに前を照らしてるって感じです。電吉おじさんは鉄は鉄でも昔の鉄道車両が大好きなのでたまらないですね。そんな SL の中でも特に好きなのが今回見ていただいている C62 なんです。車両限界に迫るぶっといボイラー、直径 1750mm の大きな動輪、特急列車のヘッドマークが実によく似合うんです。欠点といえばモーターが軽すぎてヘッドライトがつく前に走り始めてしまうことでしょうか。贅沢な悩みですね。これからもデゴニア、デゴレ C55、C58、そしてさらに昔の C53、C51 など発売してほしいですね。N ゲージの蒸気機関車の進化に感謝しながら機関区の動画を見ていただきました。本日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。